今日は飛行機墜落事故調査動画です。ハリウッド vs リアリティ。フェデックスの幹部が墜落事故に遭い、無人島で生還する話を詳しく紹介します。始まります。セブン4クルーのみんな、ようこそ。私の名前はケルシー B747 のパイロット。私のチャンネル74ギアはすべて航空に関するものです。パイロットや航空愛好家の皆さん、ぜひチャンネル登録を。ハドソン川の奇跡とフライトの動画で寄せられたコメントの多くは航空の専門的技術に関するものでした。キャスターウェイにはそれらの要素が盛りだくさん。今日は墜落事故の専門的な部分にクローズアップします。では見てみましょう。Yeah, where are we? Somewhere over the Pacific Ocean. You pilots, you're funny. Tahiti Control, FedEx 88, position Jenna at 1526. Hey, is all this turbulence from Santa and those 8 tiny reindeer? Camera at 1620. Eric is next. Fuel 905.5. Blaine, if you get through, tell them we're deviating south for weather. Make another position plot on your deviation left. Deviate left. Tahiti Control, FedEx 88, position Jenna at 1526. Flight level 350. I got us plotted. We're 200 miles south of the original course. Continue plotting and check contingency procedures. Tahiti Control, FedEx 88, broadcasting in the blind. How do you read? I've never been out of comm this long. Try to higher HF frequency. Tahiti Control, FedEx 88, broadcasting in the Buckle up, blind. Chuck. How do you Gonna get read? bumpy. Tahiti Control, FedEx 88, do you read? Tahiti Control, FedEx 88, position Jenna at 1526, flight level 350, expecting Tamara at 1. 最初に気になったのがトムが靴を脱いでいたシーン。でもこれは全く問題ない。ただ安全面で言うと最近よく目にするのが登場するとすぐに靴と靴下を脱ぐ乗客。例えばあなたがまだ誘導路か地上にいる状態でエンジン爆発が起こったとします。そこで緊急避難が必要になれば靴も靴下も履かずに走るのでエンジンやガラスの破片が突き刺さるかもしれない。だから巡航するまでは靴の着用をおすすめします。靴や靴下を脱ぐのは構わないけど床は汚れているよ。でも個人の自由です。トムが目を覚ましたシーンでネットがぶら下がります。これはベッドがある場所。一部の航空機にはネットがあるので乱気流でもベッドから飛び出ないのです。 B747 にはネットがないのは不思議だけどベッドが低いからかもね。この航空機はベッドが上下にあって上で寝た時の落下防止でしょう。二段ベッドみたいなね。だからネットによりパイロットはベッドから落ちる心配がなく乱気流でも安全です。海を横断する際、航空会社によっては紙に海図の作成を要求します。ディスパッチャーからフライト計画を受け取った時、海上の飛行ルートが記載されています。そして通過する各ポイント、ウェイポイントやチェックポイントを正確にチャートへ記載します。チャートはこんな感じです。これは中部太平洋のチャート。裏側は西太平洋のプロットチャート。飛行計画を手に入れたらどこを通過するのか記入します。彼らが描いたハイライトの線は本来通るべきコース。飛行中は GPS 座標を取得し、チャートと照らし合わせて確認します。
機体がフライト計画通りに飛行し、正しい位置にいて誤差がないのか、また海を越えながらウェイポイントも確認します。覚えておいてほしいのは、まず予定コースから200マイルもずれることはありません。200マイルといえば、ニューヨークからワシントン DC ほどの距離。10から15マイル程度それることはあっても、嵐を避けるために200マイルまではそれません。出発前にディスパッチャーが天気を記載したシートをくれます。こんな感じ。赤い線が飛行ルートですが、そのルートの天候がわかり、悪天候や強風などの位置が記載されたこのシートを搭乗前に入手するのです。これは私が日本からアメリカ間を飛行した時のもの。この飛行経路には天候不良の兆しはありません。巨大な嵐に遭遇して200マイルもコースを逸脱することはまず想定できません。現在の天気予報技術ならこういうことは起こらないし、そんな無茶なディスパッチャーもいません。飛行前に天候を確認した時点で巨大な嵐に突っ込むような人はいません。それは無謀です。ベッドから飛び降りたパイロットが次のように言いました。Try to higher HF frequency? 海を渡る前に無線通信のため第1と第2無線周波数を取得します。これらが短波ラジオ放送局につながるのです。ただ適当に周波数を合わせたり、勝手に自分で周波数を決めたりはできません。飛行経験がある人なら適当に周波数を合わせるようなことはしません。通信に使用するのは第1と第2無線周波数。周囲の機体と通信する方法もありますが、この映画では使用しているのは短波、第1と第2無線周波数のこと。この映画の公開は2000年。最近はよく耳にするのは CPDLC。これはコントローラーパイロットデータリンクコミュニケーション。管制官とパイロット間でデータを通信するための方法です。天候などに応じて高度、下降、上昇、オフセットのリクエストをテキストメッセージで行います。これは CPDLC メッセージ例で数日前に受信しました。参考までに CPDLC メッセージの例をご覧ください。航空交通管制のメッセージに対してロジャーと返信。これが管制官とパイロットの通信方法。だから短波無線で話す必要がありません。ご存知の通り無線は聞こえづらいし、太平洋の上ならなおさら、悪天候下での飛行であれば相手の声が聞こえづらく、場所によっては全く聞こえないことも。 CPDLC はそれを回避でき、送信したメッセージは衛星経由で受信される簡単な方法。誤解が生じることもありません。以前無線通信の動画でも紹介しましたが、航空管制の通信を聞くと JFK のような忙しい空港や国際線が多い空港の無線では CPDLC を含んだ会話が交わされます。次のような感じ。 JFK 出発ボーイング1番フライトレベル 360CPDLC。 このメッセージの意味は CPDLC で通信できるから無駄に無線を使わずに連絡できるよという意味。そこで周波数の変更指示を出すなどして無線の混雑を防ぎ、過度な通信を避けるのです。それが CPDLC であり、彼が言う短波無線のこと。わかったかな？でも続きを見ましょう。このシーンのように急速に減圧した場合、霧が見えます。このシーンでももやがかかっていましたね。これは事実であり、実際はもっと霧がひどいようです。機内の温度が急速に下がり、空気中の水蒸気が凝結します。そして急な減圧により
爆音も鳴るし何も見えなくなります。これが実際に急速な減圧が起こった時の現象。あと、急に寒くなります。爆発が起こればどこかに穴が開いたということ。通常巡航の場合、外気温度はマイナス40から50度です。だから寒くなるのも本当です。あともう一点、フライトレベル350は高度35000フィートのこと。この高度で正常な意識を保てるのは20秒間程度です。実際に爆発的な減圧が起きたとき、最初にする大事なことは酸素マスクの着用です。おそらく爆発が起こったことを確認するまでに数秒はかかるでしょう。耳が痛くなり、耳鳴りもするし、霧が立ち込めてる。どういう状況なのかすぐには理解できない。だから最も重要なことは酸素マスクの着用。今までにパイロットがマスクを着用しなかった事例があり、クルーリソースマネジメントにより乗客乗務員がパイロットに駆け寄りマスクを装着させたので、全員が命を取り留めた。ただしパイロットの酸素マスク着用が遅れれば大事に至る可能性もあります。映画でも他のパイロットが酸素マスクをつかみ、まずトム・ハンクスに吸引させた。でもこれは間違い。数秒しか意識が持たないので、まず自分が装着して酸素を補給してください。自分の安全を確認した上で他の人を救助する。すぐにマスクを装着して酸素を吸うことは重要。マスクを装着せずに酸素吸入ができないと意識を失う恐れがあるし、他のパイロットも意識がなくなれば呼吸ができず、高度1万フィートに到達するまで目覚めません。燃料がなくなるか墜落するのを待つだけ。だから爆発的な減圧状況に陥った場合はマスクの着用が必須です。フライトの動画で話したように、マスクは片手で装着できます。これがその動画。マスクの裏側にあるチューブを膨らませて片手で顔に装着できます。伸びたチューブを頭の後ろに回して装着。そしてマスクから手を離すと顔にぴったりとくっつきます。動画のようなフルフェイスのものやトム・ハンクスが使っている口だけのタイプもありますが、作用は同じ。手を離せば顔に密着するので酸素が吸入できて漏れない仕組みです。では映画に戻りましょう。ハリウッドならではのシーンに笑えますが、機体を下ろすぞみたいな発言。これは緊急事態はおろか平常時でも言いません。みんな何かを叫んでいるけど誰の手も動いていない。実際の緊急事態ではクイックリファレンスハンドブックがあり、チェックリストの項目を読み必要なタスクを実行する。一人が読み上げ、もう一人がタスクを実行、または一人が読んでタスク実行、もう一人は飛行。どんな状況であっても無意味に叫びボタンの連打はしません。実際の緊急時ではありえないこと。会社の規則や飛行場所にもよるけど、高度1万から1万4000フィートまで降下すると、会場なら1万フィートの時点で酸素マスクを外すことができます。彼らがいたのは3万5000フィートなのに、1分間で約1万フィートまで降下した。でも1分間に2万5000フィートも降下するのはまず不可能。理由は2つ。1、翼が欠けていない限りこれほど早く降下しません。2、急速または爆発的な減圧を伴った場合、降下を加速させません。理由は次の通り。急速または爆発的な減圧で飛行機や開いた穴の状態がわからないまま機体を加速させると、かろうじて形を保っている穴さえも風にさらされて、さらに加速すれば穴が引き裂かれ飛行機全体が破壊します。急速または爆発的な減圧が発生すれば一刻も早く地上に戻りたいと思う。もちろん機体の状態にもよるけど、ただ加速してさらなる損傷を避けるため、多くの場合下降速度モードを押して速度を維持しながらスピードブレーキを使用。翼にあるこのブレーキで減速させ、スロットルをアイドリングにします。早く降下はするけど適正速度は維持できます。そうすれば破損している部分が悪化することなく地上に到着できるはず。
機体の状態が把握できていて、機体の穴に問題がなければ最高速度まで加速して地上に降りることもできる。でも確信がなければ彼らのように加速しないこと。明らかに爆発的な減圧で誰も状況を把握していない。だからこういう状況で加速はしないし、1分間に25000フィートも降下することは考えられません。では映画に戻ろう。まず最初に乱気流の中を飛行しているのにシートベルトを外して棒立ちすることはありません。頭を天井にぶつけて強打する恐れがあるから真似しないでね。Okay. All right. Good talk, coach. Thanks. 2人が怪我をすればそこで終わりです。私が乗客を乗せたフライトを担当する際、乱気流に遭遇しそうな時は事前に客室乗務員へ次のように伝えます。席に着いたらどう？これを電話で伝えるパイロットもいますが、かえって迷惑だったりします。仕事中に受話器がある場所まで戻って話を聞くのは手間です。だから私がやっているのは、乱気流が発生し悪化しそうになる前に機内アナウンスを使います。客室乗務員、着席してください。そうすれば何かにしがみつくか近くの座席に座るよう促すことで彼らの安全を守れます。これが乗客にもシートベルト着用や着席を促す理由です。私たちも全ての乱気流を把握しているわけではなく、わからないこともある。こういう理由からコックピットでは常にシートベルトを着用します。シートベルトを締めておけば乱気流でもコックピットから放り出され天井にぶつかることもない。客席も同じで座席から飛び出て怪我をすることもありません。シートベルトは大事です。次は滑り落ちる貨物を見て笑った理由。これらのコンテナは機体の前後方向に動かないようしっかりした金具で固定されています。コンテナごとに固定するので動いたとしてもわずかです。側面にも留め金がついていて固定位置からはみ出たり左右に移動するのを防ぎます。レールに沿って配置され動くことはありません。毎回貨物機の飛行前にはパイロットたちがデッキを歩いて点検します。そしてすべてのラッチがしかるべき場所にあるか確認するのです。だから乱気流や離陸などで機体が揺れても指定の位置から動かず固定されているのです。どれほどの乱気流でもあんな風に貨物は移動しないし跳ね返ることもありません。続きを見ましょう。ここで一時停止します。ハドソン川の奇跡が公開された時、不時着ボタンが話題になり、彼が言うセリフ。この不時着ボタンとは、たくさんあるバルブを閉じること。このシーンでは飛行機に巨大な穴が開いた。そして海に墜落寸前の機体に5人の搭乗員。彼らは最初の20秒から30秒で降りないと飛行機は沈んでしまいます。だからこの状況での不時着ボタンは無意味。ただ彼が言う不時着ボタンを押すことは、一部の航空機のチェックリストには不時着ボタンの項目があり、バルブを閉めて浮く時間を稼ぐんですが、あれだけ大きな穴が開いていればバルブを閉めてもすぐに沈むでしょう。あれほどの穴があれば脱出して救命ボートにも乗るのも可能でしょう。ハドソン川の動画を見てくれた視聴者の間で不時着ボタンが話題になったので取り上げました。次が最後ですね。
これで映像は終わり、海に入る直前に視界を確保と言ったけど、彼らが見たのは水の壁。あの速度で降下する機体から水の壁が見えたということは、真っ逆さまに落ちたか、大波に飲まれたかのいずれかでしょう。もう打つ手はありません。これはあくまで映画で、航空映画ではありませんが、多くの航空に関する技術面も含まれています。だから専門的な知識を求めている視聴者の方に役立てばいいと思います。キャストアウェイのリンクを貼っておきます。素晴らしい映画であり、トム・ハンクスは名優です。ほぼ一人でこんな大作を演じるのは難しいでしょう。彼の演技は素晴らしい。まだ映画を見ていない人はぜひご覧ください。あと、みんなに教えてほしいのが、今回のような専門知識を含む動画の方が好き？もしくはハドソン川のように一般的な技術が知りたい？コメントをお寄せください。この動画が好きな人ならこちらの2つもおすすめです。皆さんのコメントを楽しみにしています。また会える時まで飛ぶ時青い面は上にね。